どうも、あつしです。今回は投げるためのバランストレーニングについて解説をします。それでは早速始めます。では、投げるためのバランストレーニングということで、柔道で投げるためには、崩しっていって相手のバランスを崩さないと投げれないけども、相手のバランスを崩しても自分のバランスが崩れていては投げることができないので、相手のバランスを崩すことも大事ですけど、それと同じぐらい自分が投げるときにしっかりとバランスを取れてるっていうことが重要になる。で、打ち込みとかそういうことをしているときに技の入る練習をしていると思うんですけども、その技の練習の一つ前の段階というか、トレーニングとしてバランスが取りやすくなるようなトレーニングとか体の使い方っていうのを今回紹介します。今バランスを取るっていうことなんですけども、バランスを取るってことは安定しているっていうことで、逆にバランスが取れてないというのは不安定な状態。そもそも人間にはバランスを取るためのセンサーというか能力がある。よく座って寝てる時に戻るという反射みたいなやつ、転びそうになった時に足が出るとか手が出るとか、そういう意味で体の中の機能としてバランスを取るようにはできている。ただそれだけに頼ってしまっては自分の体をうまく使うことができない。このバランスを取るためのトレーニングという、そもそもそのバランスを取るためには脳からの刺激を各筋肉に届けて、その筋肉がうまく働くことで体をうまく動かすことができる。その体を動かすための能力、バランスを取るためにいかに筋肉をうまく働かせて動かすかっていうトレーニングということをしてもらえるとバランスが取りやすくなるかと思います。このバランスの取り方について練習をする必要がある。で、バランスが取れている状態っていうのは足の裏のこの面積のこと、基底面とかって言ったりするんですけど、この基底面の中に自分の重心があればバランスが取れている。この基底面の外に重心が出てしまうとバランスが崩れているっていう状態なので、さっきの反射とは別にこの基底面の中にいかに自分の重心を置いておくかっていう調節を自分自身でする必要がありますよという。それをするために筋肉をうまく働かせるためにトレーニングをした方がそういう能力が身につくということで、トレーニングを紹介したいと思います。ファンクショナルトレーニングというようなトレーニング方法で、ファンクショナルの機能、筋肉を大きくさせるようなトレーニングになるので、体の各場所をうまく連動させて全体的にうまく体を使うことができるようなトレーニングのことを、ファンクショナルトレーニングとかと言ったりする。そういうふうな方法の一つとして、シングルレッグリーチっていうトレーニング方法。片足で各左右にしっかりと重心を乗せて、その重心が乗ったバランスが取れている状態を意識する。このままの状態で、どちらの足でもいいんだけど、まずは重心をどちらかにしっかりと乗せてもらって、しっかりとバランスが取れるようにする。で、そこから足を上げていただいた状態から、足首と膝と股関節をうまく曲げながら体を下に沈め込む。バランスを取った方の反対の手で床をタッチする。このまま片足になった状態のまま膝と股関節と足首を曲げてタッチする。で、そこからうまく片足になって、そのまま床にタッチをして、でそのままっていうようなトレーニング。このトレーニングを早くやってもこれ意味がない。ゆっくり実際にどこの関節がうまく使われているかっていうのが自分で認識する、意識することが大事で、片足になった状態から体を沈めるんだけども、股関節がしっかりと曲がっているのか、膝が曲がっているのか、足首が曲がっているのか、ふらつくとは思うんですけど、その時にどこの関節が意識できているか、バランスを取るためにこういうふうに体を動かせばバランスが取りやすくなる、要はフラフラしなくなるかっていうことを意識してやるっていうことが大事です。トレーニングをするときには片足立ちになってもらって、でそこからゆっくりと体を沈め込めながら床をタッチしてゆっくり戻るっていうことを繰り返す。どっか1個の関節とか1個の筋肉だけを集中的に鍛えるんじゃなくて、各関節の連動っていうんですかね、うまく体を沈め込ませるには関節を動かしているけどもバランスが取れるっていうようなトレーニングになる。こういうトレーニングをやってもらえると、各部位の筋肉を刺激することによってバランスが取りやすく
いうのが一つ。で次がヒップジョイントローテーション。股関節を回旋させるっていう部分。これも片足立ちになって、しっかりとバランスを取った状態のまま、反対の足は膝を伸ばしてもらって、体は30度くらい傾ける。最終的には水平でやってもらうといいんだけども、ちょっと難しかったりするので、30度くらい傾けた状態から左右回旋させる。で、また戻って、今度反対を回旋する。というようなトレーニング。まっすぐにして、股関節を中心にしてひねるというトレーニング。股関節を中心にして体を回すというトレーニング。これ結構難しかったりするので、ちょっと反対の膝を曲げてもらうとやりやすいと思うので、股関節を中心に左右に回すとバランスを取りながら体を回旋させるっていうのが、股関節だけに限らず他の場所の機能を使うことができる。気をつけてやってもらったのが難しかったら、手をちょっと広げた状態で全体的にバランスを取りながらやってもらう。あとは30度がうまくできたらこの60度倒す。で最終的には水平の状態から回旋してもらう。早くやっては意味がないので、ゆっくり回旋させて各関節の機能、股関節、膝とか足首をうまく連動させてうまく回旋させるっていうのができると、うまくバランスを取ろうとしていろんな筋肉が働くので、バランスがうまく鍛えることができる。もっとローテーションが上下にする。水平の状態から横に開く。で、横に開いた状態からまた反対側に開く。閉じる。上下にやるっていうやり方もある。これのは投げる動きに近いので、これも早くやるんじゃなくて、ゆっくりしっかりと体の部位をうまく使う、連動させるっていう動きを意識してやってもらう。バランスを鍛える。要はインナーマッスルって言われる部分。そこをしっかりと使うことができる。バランスを鍛えるのにいい運動になります。こういうのを準備運動みたいなのでやってもらうと、意識させることによって働くことになるので、ゆっくりとした運動からインナーマッスルっていう部分を鍛えることもできますし、鍛えるといっても筋肉を大きくしたりとか太くしたりっていう運動じゃなくて、うまく働かせることに意識することによってバランスを取りやすくなる。で、バランスを取ることによって連動させてうまく体を使うことができるというような運動になります。トレーニングと言われると、この筋力っていうか筋肉を大きくするようなトレーニングっていうのが注目されることが多いと思いますけど、もちろんそれはそれで目的が違うので、人はバランスを取ったりとか、ちっちゃい筋肉をうまく使うことで投げられない、受けるためのトレーニングになるかと思いますので、こういうトレーニング自体も取り入れていただけるといいかなと思います。今回は投げるためのバランストレーニングということで解説をしました。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。バランスを取るために、うまくいかにトレーニングをするか、うまく動かすかっていうと、シングルレッグリーチ、ヒップジョイントローテーション。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。